昭和48年3月、いよいよ組み立てが始まった。重さ1トンを超える丸柱が一斉に立ち上げられた。組み立てはチームの強さとその呼吸がすべてである。若者たちは自分の役割を考えて動き始めた。野伏、玉村は牽引者になろうと張り切った。先頭に立って木を組み上げた。木組みの難しさは想像を超えていた。きちんと仕上げたはずの材料が反りやねじれで歪んでいた。玉村は思わず木槌を振るい、無理やりはめ込もうとした。西岡が飛んできた。その木槌の音はおかしい。社事というものはそういう硬い仕口をして、その木槌で叩いて入れてね、ようなことをすれば、後で、荷重がかかった時にとか、何百年経った時には、それ以上の無理がいって全部弾けてしまうんだということを聞きましてね、なるほどと思いましたけどね。木は生きている。木の癖に逆らうな。玉村は西岡の動きを見逃すまいと必死になった。ゼロから巨大な金堂を作り上げる。西岡にとっても古の名工との勝負だった。鳳凰が羽ばたく美しい曲線美を生み出す。深夜まで家で一人そろばんを弾く西岡の姿があった。どの材料を使い、どんな角度で積み上げれば華麗な曲線を生み出すことができるのか。ノートは数字で埋め尽くされた。西岡が一番の勝負どころと睨んでいた場所があった。大きく反り出した屋根を支える炭木である。その長さ9メートル、重さ600キロ。炭木の出来にかかっていた。西岡は炭木を切り出す炭打ちの仕事を建部に任せた。建部は喜んだ。しかしいざとなると体が動かなくなった。樹齢1000年のヒノキを前に重圧に押しつぶされそうになった。その時だった。西岡が突然信じられない指示を出した。炭木を5センチ高く組め。
それはミリ単位の正確さを求めてきた西岡の指示とは思えなかった。設計図を無視すれば屋根の反りは変わる。第一、他の木と組めない。若者たちは無茶だと言った。実際それはもう自分らも心配しながらどうしよう言うて、そんなもん組めることないやろ言うて言いましたけどね。組めっておっしゃったんですかね。若者たちは炭木に立ち向かった。しかしつなぎ目がどうしても合わない。その時玉村がのみを握った。とにかく収めるんだという気持ちでね、炭木には収まってもらうんだと、ここにもう嫌がっててももうそこを収まってもらうんやないかいう感じでしたね。玉村は心を落ち着かせると静かにのみを振るった。2時間後、ついに炭木が取り付けられた。鳳凰が羽ばたく見事な反りが天をついた。なぜ5センチ高くしたのか、建部が尋ねた。西岡は言った。歳月の重みで屋根の反りは落ちていく。1000年後に設計図通りになる。これ以上の教えはなかった。昭和51年4月、戦後最大の木造建築薬師寺金堂が完成した。高田が始めた写経勧進も100万巻を突破。写経を金堂の中に収めた高田は言った。この金堂は一人一人の力を結集したかけがえのないものになりました。師匠と弟子は心と技を一つにし、1300年前の名工たちを乗り越えた。